こんにちは、コスです。お久しぶりじゃないね。はい、今回は薬学部は本当に地獄なのかっていう、お話をしていきたいと思います。これね、みんな結構ね、噂ではそういう医療系の学部はね、結構地獄って言われがちなんですけど、果たしてそうなのかっていうところちょっとだけ話していければいいなと思います。今回はどちらかといえば新入生の方向けというか、薬学部初心者の方向けの、どういうことしてるのみたいな、勉強面と、普段のその生活面で、どういう感じなのかっていうのを説明できたらいいかなと思います。で、結論から言うと、薬学部は、めっちゃ個人的にですよ。めっちゃ個人的にですけど、他の学部に比べたら、地獄なんですけど、もちろん。でも、その中でもうまいやり方だったり、こなし方だったりあると思うし、僕が伝えたいのは、いろんな人とかいろんな話を聞くと思うんですけど、そこまでプレッシャーに感じず、入学したり、薬学部目指せばいいかなと思います。入ったら、きついけど、意外といけるみたいな。そんな感じなんで。無理。で、まず、もう詳しいところが行くんですけど、1年生の勉強はね、もうほとんど基本的なこと、もう受験でやってきたようなこと、数学だったり物理だったり、教養をやるんですけど、1限から僕の場合は5限とか、もう空きコマとか、もちろん全級もないし、もうパンパンに詰まってる。けど内容は簡単みたいな感じですかね。それが1年間続くって感じですかね。これが1年生。でね、ここはまだね、大丈夫なんですよ、みんな。まだ大丈夫。で、次2年生。2年生はね、ちょっと専門的なことが入るんですよ。例えば、薬理だったり。本当簡単な薬理とか薬剤とか、そういう範囲を勉強するんですけど、で、この辺でね、実験も入ってくるんですね。実験が入ると、その午後から実験とかになるんですよ。で、その場合は午前1限2限やって3限から実験なんですけど、その3限から終わる時間が分かんないんですよね、実験によって。だから4時で終わる日もあるし、7時とかに終わる日もある。だからバイトをやってると、もし6時からバイト入れてた場合、実験が7時までになったらバイト遅刻するんですよ。だから急いで電話して、すいません今日行けませんみたいな電話をするとか、じゃないとやっていけないっていう感じですかね。で、2年生になるとちょっとだから専門性が高くなる勉強が多くなるんで、祭祀の数だったり、留年者増えてきます。これは多分どこの学校もそうなんじゃないかな。で、僕の場合も2年生から祭祀の数が増えていったって感じですかね。単純に勉強してなかったっていうことも言えますね。で、もちろん空きコマとか全級ももうほとんどないです。てか全級はもうゼロです。多分他の大学の方とか他の学部の方は、自分でね、時間割は決めれるのかな多分。もうそもそもそういうのもないんですよ。だから全部必修、ほぼ9割必修なんで、自分で選ぶとかも選択の余地がないです。もう勝手に履修登録したら勝手にもう時間割がバンって決まってて、その通りに動くって感じなんで、はい。言っちゃえばだから牢獄みたいな感じですよね。はい。刑務所みたいな感じですね。楽に行こうぜ。3、4年も同じような感じで、4年生にオスキーと CBT っていう、大きいテストがあるんですよ。国試の介護官みたいな感じですかね。で、それがすごいね、きついんで、それはね、その時に考えた方がいいと思うんですよ。入学でする時にね、あんまり考えない方がいいんですけど、僕がね、失敗って言ったら失敗なんですけど、これは入学の時にも結構大事かなって思ったんですけど、4年生か5年生ぐらいで研究室配属っていうのがあるんですよ。で、
まあ学校によってだと思うんですけど、僕の学校は成績順で選べるんですね、研究室を。でも僕は成績悪いから選べないんですよ、研究室を。そうなるとランダムで研究室を選ぶことになるわけですね。そうなるとどうなるかっていうと、あんまりね、大きいこと言えないんですけど、運が悪いと嫌なとこに行きます。もうそれそうですよね。選べないんだから。でも運がいいといいとこに行きます。でもそれってすごいリスキーな話で、だから1年から4年までの定期試験の勉強で成績はちゃんと取った方が後々有利になるっていうことです。でもこれをやっぱ継続して成績を1年から4年前に出すっていうのはすごい至難の技だし、すごい努力が必要なことなので、頑張るしかないって感じですかね。僕は頑張れなかったです。でも、僕の場合は幸い、運が良かったというか、ランダムだったんですけど、僕的にはすごいいい先生に当たったんで嬉しいです。皆さん薬学部は勉強が受験勉強よりきついとか、いろんなことをね、みんないろんな YouTuber の方だったりいろんな人が話してると思うんですけど、それはもちろんそうなんですけど、でもね、それでだからすごい覚悟を持ってめちゃくちゃ強い意志を持って入学したり、その薬学部を目指さなければいけないんだみたいなことは思わなくて、僕は個人的にいいと思うんですよね。僕も軽い気持ちでというか、流れで入ってきた身なのであれなんですけど、そんなにね気負いせずに入ったら入ったで、なんとかなるんですよ結局。でもちろん勉強しなかったら定期試験で落ちるんだけど、最終で取って頑張って進級する。もう僕的にはそれいいと思うんですよね。やっぱりいろんな意見があると思うんですけど、怠けてるとかね、言われたり、そんなやつは向いてないとか、いろいろね言いたい人もいると思うんですけど、大学は勉強だけじゃないと思ってるし、その中でも好きなことだったり、遊びだったり趣味だったりいろんなことをね見つけるタイミングでもあると思うんで、一概に勉強だけしろって無理な話だと思うんですよね。確かに定期試験の勉強は1ヶ月前からコツコツやろうとか、もうみんな言ってますよ。1ヶ月前、2ヶ月前からコツコツやっていこうみたいな。うわ、やべえ、俺こんなのできないって思う人いると思う。一人でもいると思う。でも大丈夫。これはマジで良くない見本なんだけど、あれだよ。CBT とか国試を通るとか、そういうことを俺は言いたいわけじゃない。けど、もし定期試験だけ通りたい。進級とりあえずしたいって思う人は、1ヶ月前から勉強しなくてもいい。1週間で。1週間前、コツコツ勉強は無理。1週間でドカッと入れて、で、十何科目あるわけじゃん、テストを。でその中で全部取れたらいいけど、多分無理。だから、もう戦略立てて、1週間で取れる科目、もう確実に取って、でもまんべんなく勉強する。1週間でね。で、多分、何科目か落としちゃうわけ。最初になっちゃうわけ。でも1週間で詰め込んだものは残ってるから、最初で、あとは全部取る。それで進級はできるわけよ。でも俺はそれでいいと思うんだよね。もちろん成績は低くなっちゃうから、そういうさっき言った研究室配属とかで不利になってしまうことはあるかもしれないけど、もし進級だけ狙うんだったら、俺はもう全然それでいいと思います。多分ね、こんなこと言ってるやついないと思うんですけど、僕だからね、同じ気持ちでわかるっていうことで許してください。で次、勉強はもういいかな。あとは他のYouTuber の方見てください。多分ね、いろいろね、心折れること言ってると思います。けど僕が伝えたいのは、
そんな気負いしなくても大丈夫だよっていうことを伝えたい、それだけです。すいません。聞かなかったことにできる。次、生活なんですけど、髪の毛とか、ピアスとか、バイトとか、遊びとか、できるのっていう話ですよね。できます。これね、学校にももちろんよると思うんですけど、僕の場合は、全然、もうこんぐらい髪長くて、実験もできてましたし、金髪で実験もできてましたし、実習とかね、その病院に行くとか、そういうのは無理ですけど、その学内の実験とか、そういうのはできると思います。実際にこういう感じでしたこともありますね。で、バイトなんですけど、結構質問でも来てたんですけど、どれぐらいの割合で入ってますかっていうのは、1年生から3年生まで、だいたい週4でやってましたね。平均ですよ。土日と、あとは平日の2日。で、土日は1日バイトして、平日はだいたい3、4時間夜入るって感じで。そうすると、1ヶ月だいたい多分8万円ぐらいは稼げるんじゃないかなって思いますね。で、遊べるのかっていう話なんですけど、遊べます。だいたい長期休みの直前に定期試験があるんですよ。で、長期休み遊ぼうっていう話なんですけど、これね、罠があって、夏休みの前の定期試験あるじゃないですか。で、そこで、もちろん勉強してないわけですよ。そうすると祭祀にかかるわけですよね。祭祀にかかると、夏休み丸々祭祀に取られるわけですよ。そうなるとどうなるかって言ったら、夏休みがないっていうことなんですよ。で、僕これ、1、2回食らったことあるんですけど、これ結構きついっすね。だって、長期休みなしで、進級ですよ。進級はできるけど。ってことは遊べないってことじゃないですか。だったら、勉強しようって話なんですけど、できないじゃないですか。ってなったら、普段ね、普通の平日とか、土日とか、バイトを休んで、遊びすることは全然できるんで。もちろんね、毎日復習とかね、してる人もたくさんいると思うんですけど、学校の授業が終わったら、遊び行くとか、そういうことは全然できると思います。本当にね、その人のさじ加減次第なんですよ。Don't worry me too, not wall. もうそんな感じで、もうなんか適当に本当にためになったかなって不安なんですけど、こんな感じですかね。その薬学関連の質問コーナーみたいな、もっとね、細かいいろんな質問だったり、もっとパンパン答えていくんで、よかったらそっちを見てくれても参考になるんじゃないかなと思うんで、また次の動画で見てください。ありがとうございました。バイバイ。地獄ですね。ごめんなさい。ちょっとね、お世辞にもね、天国とは言えないね。でも、多分勉強がね、好きな人とかにとっては天国かもしれない。